オス、日進月歩、塩田正宏です。先生、おっす。オス。今日はですね、はい。合気道初心者の私の質問なんですけども、肩を持たれるっていうことあるじゃないですか。肩持ちね。肩持ち。はい。ちょっと実際にこう、うんこうやって持たれる。その時に、うまくこう崩せないというか、相手をコントロールできないっていうはい感覚がありまして、はいコツなんかあったら教えてもらいてえなーっていうのがあるんですけど。そうですよね。肩持ちの側面入り身投げっていうのも、茶帯から、だから結構レベルが高くなってからやるんですけども、はいみんなただ肩だからこうとかなんかやってるだけなんですよね。で、実際はなんでそうなるのかっていうのはあんま考えてる人が少なくて。で、もちろん肘がこうなるわけですけども、はいそれは手で動かそうと思っても、できるわけがない。そうですよね。相手の力が強かったら無理ですもんね。無理です。って言ったまま動かないですから。はいはじゃあこういう力をなんでこう肘を曲げさせたりとか、なんか崩し、ね、うつ伏せに崩したりとかできるのかっていうのは胴体を使ってるから。胴体。肩を持たれているのに胴体を使えるってことですか？そうですね。なるほど。みんな肩を持たれて手でこうなんかやろうとするけども、はいはいもう手は本当撫でてるだけってよく言ってるんですけども、撫でるためには胴体が使えなきゃそもそもできなくて。なるほど。道理で撫でてるだけでしたよ、僕。サワサワしてるだけでしたもん。胴体を使わないとダメなんですね。そうです、そうです。なるほど。その胴体の使い方、道場で見せていただいていいですか？はい、やっていきましょう。お願いします。はい。道場の方にやってまいりました。では肩を持たれた後、どういう風な方法があるのかというのを実際に見せていただきたいと思います。はい、わかりました。で、今日藤井さんからいきましょうか。はい。いつものような藤井さん、三原さん。こういう持ち方とこういう持ち方がありますよね。縦と横ってことですね。そう、縦と横。で、こっちは引かれると肘が緩んでるじゃないですか。で、押される時やるんですけども、今は固定して練習する。ちょっと固定、この場で固定をする。押しも引きもしない、ここでギュッと握るという。引かれた時も押された時も、その体の固定でできたらできるんで、むしろ引かれたり押されたりした方が楽なんですよ。でも固定でやるって相当難しいですから、例えばここでなんか手で操作させちゃいけないってことですね。ここでなんかやっても曲がんないから人間は。だからこれが今縦の場合、だったらちゃんとこう胴体を使って力ませる。その時にこう撫でてあげると。でこれが側面入り身投げになる。すいません、でもこれは今日説明しないです。あ、そうなの？いや、説明するやつやってくださいよ。他の動画でね、結構説明したのと、今度横の場合、縦の場合は入り身投げとかに使います。で、横の場合は、だから一箇条とかね、これも外れなくなるとかよくやったじゃないですか。まあ握れないんですよ。まあこういう崩し方は説明したので今日説明しないです。今日はしないんですね。しないんかい。何を説明してくれるんですか、じゃあ。まあ他にどんなやり方があるかとかいう感じですよね。最初横にしましょうか。僕たちって非力の要請っていう動作をやってるんですよ。それって肘をよく前に出せって言われるんですよね。肘をよく前に出せって言うんですよね。でこの動作がどうなってるかっていうと、まあ肩甲骨が結構前に出てる状態。これが何がいいかっていうと、まあちょっとやってみましょうか。例えばここで押しても何もなんないけど肩甲骨が前に出た状態だと、今肩甲骨を前に出しただけなんですか？前に出しただけ。どういうことですか？だから肩甲骨は普通の人は外れてるからまあね、こうやってなっちゃうけども、こう前にちょっとゆっくりやっても重さが伝わる。だから僕の胴体の重さがここになったってだけ。結構重さが感じてます。なるほど。重さ感じるより、わけわからない、理由わかんないです。なるほど。受けてる方は感じてないです。そうですよね。だってね、手でやってないから相手も反応起きないんですよ。手で重さがないでちょっと。だからこういう感じだと分かるから、こんな感じだから。全然重さがないです。重さがない。ないです、本当。難しいですね。なので、本当肩甲骨こう前に出した状態で、日野先生のはこういう練習をしてるじゃないですか。なんかされてます。で、肘を前に出してやると止まるところがあるって言うんですよ。でもこれできない人もいるんですよ。ここまで行っちゃう人もいるから、肘を前に出してこうやると止まるところがある。そのような体ですよね。そうするともう胴体とつながってるから、しゃがむことイコールここに僕の体重が乗るという。
はあ、なるほど。でも手は本当に優しい手だから相手は何が起きてるのかってわからないっていうか、体の仕組みとされる側の脳みその仕組みというか、それを使った崩しって感じですね。そうですね。だから、面白い。これちょっとカットしますけど、側面イルミ投げをやるときとかもこうやってこうやって挑戦したりしてたけども、そこもね別にそんなしなくてもここでちょっと重さ乗ったらねできるんですよ。重さ乗ったあたり今くっついてないですよね。持ってるだけです。持ってるだけだから引かれてこう間空いてるからじゃあそれに合わせてこう言っても聞くけども、それがなくても大丈夫、だからまあいろんなやり方はあるんですよ。今ここで初めてやり方があります。初めてこの考え方ですよね。空いててもできるっていう。でもう一つ横のパターンいきましょうか。でこれちょっと三原さんも来てだからこうなってるわけですよね。でこれ外れちゃう、自分の軸がぶれてたら。だからちょっとこうねくっつけて、こういう感じでわ見たことある達人の動画で見たことあるやつだ。これは結局同じことですか？肩甲骨をこれはね、いや肩甲骨もそうなんですけども、それ以外のテクニックも使わなきゃいけないっていうのは、こうなって、そのままこういう直線的な動きをしたら相手動かないんですよ。こういう相手の皮膚を丸くちょっと撫でてあげるような操作を使うからこう動いてくるっていう感じなんですよね。どういうことですか？ちょっと試してみますよ一回。このまま僕横にやりますよ。重いんですよ。だからここ丸くしてあげる。丸くして下をこう持ち上げてあげる。力の向きとかの話ですかこれは？真横じゃないですよね。なんか聞いた時なんかちょっと浮き上がられてるというか、三原さんが受けた人によると読めないって言ってましたね。これも力がこう来るんだったら分かるけども、ここ回してるだけ回してるんで、なんかちょっと変わるんでしょうね。こう回した後に押す。別にここだけ力で直線的に来ると、ここだけこう来るからこうやってるんですけど、シンプルに耐えれる。あとのはむしろこの肩がこう行く感じでしたね。肩が行かれてるっていうのではなくて、ここがこう行くんで行ってしまう。なるほど。そんな感じでした。そうですね。肩が行くっていうのはちょっと興味深いですね。肩の使い方で言ったらそんな感じじゃないですかね。技とかではあんまないですけども、今のはこういった操作で崩すこともできるという感じです。ありがとうございます。なんか質問あります？いや、僕毎回体にくっつけられてるじゃないですか。それ何って思ってるんですけど、素人目線でいくと、その掴まれた時に、まず体にくっつけますねつってくっつけてるんですよ先生。それなんすか？何の意味があるんですか？何の意味がある？そう、こう握っていただいて、でこうね、そうそれを毎回やられてるような気がするんですけど、それ何ですかっていう。ちょっと緊張が走るんですよ相手に。そうなった時って技が決まりやすいんですよね。こうブレてたりしたら、ブレててもさっきできるけども、こうなんだろう、自分の例えばこう曲がってこう当てにいってもよくないですよ。背骨がねこう当たるとね首にくるんですよ。いや確かにバーンってなってますね、三原さんは。そう、ここを通って首を磨けるってやったら首に本当にくる。だから自然に歩いてるのと一緒で、別のやり方やればかかとからちゃんとつま先に重心がいくのと同じこう、すごい上につながってる。それが連動してなかったらちょっと違うんですよね。これだけでいいんです。歩くのこうやって歩くんです、ちゃんと重心が。これだけで相手にパワーをこう届けるというか。そうですね。それでも効きやすい体になるというか。なるほど。あえてこうピーンとすることによって技を効かせやすくするっていう原理ですよね。そうですね。押されてたらもう結構くっついてますけどね。もうすでにですね。とやるとちょっとくっつけるじゃないですか。骨盤そのままこうやればね、ちょっとそれだけで動くんですよ。操作ができるんですね。だから体ぶれないでちょっとくっつけて、骨盤で回すような感じ。ちょっと手の細さも入れて、これが下がっちゃうと押し負けてたりするとダメだから。なるほど。押し負けない体になってますから、構えができてれば。わかりました。ありがとうございます。ということで本日は肩を持たれた時どういった対処法ができるかというのを見せていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。